こんにちは、ミッキーです。今回は三軒茶屋二子玉川エリアからおすすめカフェ6選をご紹介していきます。過去に二子玉川をご紹介してるんですけども、三軒茶屋は初のご紹介になります。東急田園都市線が通るこれら2つの駅は世田谷区の中心の街としても栄えている場所でございまして、訪れたことがある方も多いかなと思います。そんな中、隠れ家的に存在するカフェを中心にいくつかおすすめなカフェをご紹介できると思いますので、ぜひ参考にしていただいて休日のカフェ巡り等を充実させていただければなと思っています。これまでにも東急線が通るエリアをご紹介してきていまして、そのおしゃれな雰囲気と気になれる方もいるかと思いますけれども、今回もとてもおしゃれな空間、そして美味しいご飯が食べられますので、ぜひ参考にしてみてください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずはじめにご紹介しますのは、2021年の2月にニューオープンしましたオブスキュラホームさんでございます。こちらは駅前にあるお店でございまして、家で楽しむコーヒー豆を販売するビーンズスタンドをコンセプトに名付けられたということでございます。創業当初から三軒茶屋というエリアにこだわってお店を続けてきたオブスキュラさんが、新たに街のコーヒー屋として愛されるお店を目指して作られたお店だということでございまして、今飾られていましたこちらの花のイラストはですね、裏路地にあるオブスキュラホームさんのイメージを砂漠で表現しているという形の背景が描かれていたというところで、ぜひそのあたりも注目してほしいです。三軒茶屋に密着したオブスキュラさんなんですけども、こちらのオブスキュラホームさん以外にも複数店舗がございますので、ぜひ三軒茶屋にお立ち寄りの際はホームページ等でチェックしていただいて、お好みの店に訪れてほしいです。この動画を撮らせていただきました6月現在はカフェオブスキュラさんは臨時休業中でございましたので、そのあたりはご注意ください。こちらの店では今映していますようにエスプレッソトニックなどテイクアウトのコーヒーメニューはもちろん、オーナーさんの芸術志向というところを踏まえまして、家で楽しめるような花とか牡蠣の販売もあるというところが特徴的になってますので、ぜひそのあたりも注目してみてください。こちらはこの日に頼みました夏季限定のドリンクエスプレッソトニックでございますので、ぜひ夏のタイミングで訪れる機会がある方はこちらも試してみてください。続いても三軒茶屋から2020年の5月にニューオープンしました二足歩行コーヒーロースターズさんでございます。こちら1階では12分ベーカリーさんというベーカリーが併設されていまして、こちらの12分ベーカリーさんと二足歩行さん両方楽しむことができますので、こういったご紹介方法にさせていただいているという形でございます。でこちらのお店なんですけれども、以前からとても行きたかったお店でございまして、というのも以前にご紹介してます代々木公園編のカフェ特集の中で15度というお店があったんですけれども、そちらでは二足歩行コーヒーロースターズさんの豆を使ってたということでございまして、そこでコーヒー豆だけ購入していましたので、ぜひですね本場のロースターがあるこちらに伺いたいと思っていまして、やっと願いが叶ったというところでございます。残念ながらそちらの15度さんは閉店されていまして、今はないんですけれども、こちらの二足歩行さんではカフェ空間含め非常にゆったりと楽しむことができますので、もしご存知の方いましたらこちらに訪れていただいて、そのコーヒー豆とあとは12分ベーカリーさんのパンも試していただきたいなと思っています。で先ほど申し上げました通り、コーヒー豆がとても美味しいので、このパッケージ、この二足歩行というですね、おそらく類人猿をイメージしているようなお猿さんのイラストが描かれていたようなこういったパッケージとかも購入していただくととてもいいかなと思ってますので、お土産とかにもご活用いただけるコーヒーかなと思っています。でコーヒーあまり詳しくない方のために少し補足しますと、この二足歩行さんは浅入りと言われる結構フルーティーな味わいのコーヒー豆を楽しむことができますので、もちろんこの喫茶店の昔ながらの深入りのコーヒーでスイーツと一緒に楽しむというのもいいんですけれども、最近の若い方が結構好きな浅入りのコーヒーなんかを買っていただいて、ちょっと贅沢な時間を過ごしていただくというのにもおすすめかなと思っています。でこちら1階に様子を映してるんですけども、実は12分ベーカリーさんの方ではお花屋さんもありまして、お花を買っていただくこともできますので、もしよかったらこの辺もご購入いただいて、日常の中に自分の自宅の中にも彩りを与えていただくととてもいいかなと思って
ってます。でこんな感じでパンは非常に多くの種類が販売されていまして、食材は契約農家さんから自然農法、有機栽培、減農薬の野菜や果物を仕入れているということでございます。一切出来合いのものを使わずに全て手作りにこだわっているというところもポイントになっているかなと思っています。でこちら2階でいただいたメニューの様子なんですけれども、この日は12分カレーパン、風船パン、ショコラフランス、ショコラオレ、あとはシーズナルラテとイルガフェのコーヒーをいただくことにしました。で本当にふんわりとさっくりとした食感になっていまして、めちゃくちゃ美味しいパンになってますので、ぜひ試してみてほしいなと思ってます。で1つあたりだいたい200円から400円ぐらいの値段でいただくこともできますので、比較的お手頃に味わえるかなとも思っています。あと見た目もとても美味しい感じになってますので、こういった写真とかに収めていただくとまさに食欲がそそられるような雰囲気になっています。あとコーヒー自体も先ほど申し上げましたような朝入りのコーヒーをいただくこともできますし、こういったコーヒービーンズの説明なんかもしていただくことができますので、コーヒーの知識も深めていただくことができるかなと思ってます。あとラテアートもとてもおすすめになってますので、その辺も楽しんでみてください。さて続いても三軒茶屋に密着した地域のベーカリーでありまして、美味しいパン屋さんでもありますブーランジェリーボヌールさんでございます。こちらは溶岩で作った石窯で焼き上げたパンを提供するお店でございまして、焼きたてのパンを常に提供してくれるというこだわりっぷりでございますので、ぜひ立ち寄っていただいて美味しいパンを味わっていただきたいというところでございます。こちらの栄通り店のブーランジェリーボヌールさんなんですけども、こちらはイートインスペースがありますので、他のブーランジェリーボヌールさんと比べてゆったりとくつろぐことができるところも嬉しい部分になっています。早速今こちらのお店の中で紹介していますのは、たくさんの種類があります焼きたてのパンになっているんですけども、特におすすめなのはブーランジェリーボヌールさんの看板商品でありますパンボヌールでございまして、フランスの人気パン工房でありますポアラールで働いていたシェフが考案した天然酵母と石臼焼きの全粒粉を使用した乾パン煮だということでございますので、そのあたりも注目していただきたいのと、先ほど映像をさせていただいていましたおにぎり型のパンはこちら栄通り店限定だということでございますので、せっかくなのでこの辺も試してみてください。こんな形で作っている工程なんかも確認していただくことができるので、ぜひそのあたりも注目していただいて、焼きたてのパンを見た目からも楽しんでいただきつつ、お腹も心も満たしてほしいです。ちなみに必ず30分に一度焼きたてを提供するという徹底した提供スタイルを貫いてくれてますので、そのあたりもとても嬉しい心遣いですよね。こちらこの日にいただきましたボヌールセットでございます。700円でパンの詰め合わせをいただくことができまして、クロワッサンを含む5種類を日帰りで提供してくれるという形でございます。もちろんコーヒー等のドリンクもつけていただくことができるので、その辺もセットでとても嬉しい部分です。こちらのメニューにもなっていますボヌール、そしてお店の名前でもありますボヌールさん、これはフランス語で幸せという意味を示しているということでございますので、そういった幸せを願ってパンを作ってくれて、心遣いもとても素敵なお店になっていますので、ぜひこの地域密着な美味しいパン屋さん一度は試してほしいなというところでございます。この日もイートインスペースでゆったりと楽しむことができたんですけども、結構お店への出入りは地域の方を含めまして多い印象でございますので、混んでる時間に当たってしまうともしかしたら席も空いてないかもしれないので、時間にはゆとりを持って訪れてほしいなと思っています。先ほどご紹介させていただきました二足歩行コーヒーロースタンズさん、そして12分ベーカリーさん含め、パンはとても美味しい地域でございますので、ぜひいろいろと試してほしいです。続いてご紹介しますのは、場所を少し移しまして、二子玉川から二子玉デイズカフェさんでございます。こちらは二子玉川の改札を出てすぐ隣にあるカフェでございまして、朝早くから夜遅くまで営業していますので、会社に通勤する前の時間ですとか、さらには仕事が終わった後のひとときとしても活用できるかなといったところでございます。さらに電源席も用意されていますので、作業向けにもおすすめでございますし、駅前ということもありまして、待ち合わせの待ち時間にも使っていただくことができます。こんな形で軽食、スイーツなんかも用意されていますので、こちらを頼みつつドリンクと一緒にゆったりと過ごしてみてください。ちなみに焼き菓子なんかも用意されていますので、もしですね、駅前まで来て手土産に困ったなんて方は、実はこちらのお店を利用して手土産を買っていただくなんてこともできるかもしれません。で、店内の席は割とたくさんのキャパシティを備えていますので、駅前ではあるんですけども、比較的座ることができるかなと思っています。この日は二子玉川の川沿いを散歩したいと思いまして、テイクアウトでご利用させていただきました。
続いてご紹介しますのは、二子玉川エリアで特にお勧めしたい2020年8月にオープンしましたスタンコーヒー&ベイクさんでございます。こちら二子玉川エリアとは申し上げたんですけれども、最寄り駅は用賀になっていますので、電車でお越しの際は用賀から訪れていただくのが一番良さそうです。玉川通りから少し小道に入ったところにある隠れ家的なカフェになっていまして、店内にはご覧のようにドライフラワーが多く飾られていますので、そのあたりもインスタ映えする素敵な空間になっています。とても素敵な雰囲気のこちらのお店なんですけども、窓は全て開けられるようになっていますので、開放的な空間もおすすめな部分ですし、特に天気がいい時なんかには訪れていただくと2倍3倍楽しめるような空間になっています。こちら女性のオーナーさんが一人でやりくりされているということでございまして、過去に自由が丘編や中目黒編でご紹介させていただきましたオリバスコーヒーさん、そして新宿編でご紹介させていただきましたポール・バセットさんで、バリスタのご経験があるオーナーさんが独立してこちらのお店を開いたということでございます。そんな縁もあってか、こちらで提供されているコーヒー豆はオリバスコーヒーの豆を特別にブレンドしたものを使用されているということでございますので、そのあたりもとても注目のポイントですし、さらに今回いただきましたようなカフェラテには北海道小樽からの輸入を使っているということでございますので、とてもクリーミーな味わい、そしてこだわりの豆の風味を感じられるような素敵な一杯になっていました。ラテアートもとても美しいところが特徴的です。そしてこちらはこの日にいただきましたスタンプリンでございまして、プリン含めまして焼き菓子はどれも美味しそうなものばかりで、オーナーさんが好きなものだけを作っているということでございます。プリンは固めプリンになっていますけれども、このクリーミーな味わいがめちゃくちゃ美味しいですし、さらに言うとこのかかっているカラメルソースが程よい甘みな感じがとても美味しかったなと思っています。さらにこの乗っかっているクリームだったりとかシュガーとかもそのバランス、そして見た目もとても素敵になっていますので、ぜひこちらに訪れた際にはプリンとコーヒー頼んでいただいて味わってほしいなというところでございます。そして最後はこちらの二子玉川ライズからご紹介していきたいと思うんですけども、こちらは昼間の様子を映している映像でございます。この高い天井の様子とか、あとは光が差し込む感じなんかも含めて、とても素敵な建築物になっていますので、ここも注目です。そんな二子玉川ライズからご紹介しますのが、こちらの BBQ オリーブチキンカフェでございまして、2021年の7月にオープンしたお店でございます。こちらは韓国ドラマでありますトッケビ、また愛の不時着など有名な韓国ドラマに何度も登場していますので、もしかするとご存知の方も多いかなと思っています。私自身も愛の不時着を見てこちらを訪れてみたいなと思いまして、チキンを買いに行ったお店でございます。こちらは店名の通りオリーブオイルを原料としたフライオイルで揚げているフライドチキン屋さんでございまして、韓国発祥のお店になっています。全部で25カ国に2500店舗を展開している韓国ナンバーワンチキンブランドになっていますので、韓国なんかでは特にケンタッキーフライドチキンよりも人気なのかなと思っています。スペインのカタルーニャ地方の契約農家から買い付けた神の贈り物と言われているようなエキストラバージンオリーブオイル、そのオリーブオイルを揚げ物に適した形のコレステロールゼロのソイオイルと配合して微細なフィルターを通して不純物を取り除いているということでございまして、とにかく純度の高いオイルで揚げてくれているというところでございますので、チキンなんだけれどもヘルシーにいただけるのかなといった美味しさと健康の両立を目指すような究極のフライオイルだということでございます。こちら20年の研究を積み重ねた結果生み出されたということでございますので、そのあたりの注目です。こちら今回テイクアウトさせていただいて自宅で楽しませていただきました。こちらツインスターボックスという税込み1990円のメニューになっていまして、結構ボリュームたっぷりいただくことができますので、ぜひこちらをテイクアウトで買っていただいて、ご家族または友人の方々と一緒に楽しんでいただくというところもおすすめなのかなと思っています。以上、今回は三軒茶屋、そして二子玉川エリアからおすすめカフェを6選ご紹介させていただきました。ニューオープンのお店もいくつかご紹介させていただいてますけれども、特に三軒茶屋の地域密着のカフェですとか、あとは二子玉川に密着したおしゃれカフェ、おしゃれ隠れ家空間なんかもありますので、そのあたりも含めて宝探し的にこの世田谷区のおしゃれなエリア探してほしいなと思っています。また動画の中でも申し上げましたけれども、最後にご紹介させていただいたカフェはですね、トッケビとか愛の不時着など韓国ドラマ好きな方は必見のお店になっているかと思いますので、ぜひこの機会に訪れていただきたいなというところでございますし、テイクアウトができるお店になってますので、そちらをテイクアウトしていただいて二子玉川の川沿いとかで楽しんでいただくというところも今の季節にはとてもおすすめかなと思っています。以上、ミキでした。ありがとうございました。